Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K-Boys Flutter University. 今日もやってまいりました K-Boy のフラッター大学基本編も終わりに近づいております。今日はテキストフィールドなどを使って文字のね、インプットをするというところをやってみたいと思います。今日はね、ビルドしていきたいと思います。シミュレーターを開いてビルドしていきますね。これを押すか、コントロール D と。ちょっと僕の X コードのバージョンがアップデートしたことで、今まで iPhone XS Max かなんか出てたけど iPhone SE に変わりましたね。はい、ビルドが終わりましたということで、前回の続きなんですけども、前回は文字の装飾をやりました。今日は入力フォームみたいなやつ作っていきたいと思います。新規登録画面とかログイン画面とか、そういう時によくね、目にするインプット画面をね、作っていくというところの基本をやっていきたいと思います。ということで一旦この前書いたこれらの文字は消していきたいと思います。コンテナのチャイルドから一旦消しますね。このカラム全体を消して一旦これだけにしちゃいますか。はい、一旦ねコンテナだけにしちゃいました。ということでやっていきたいと思います。ドキュメントのですね、ウィジェットカタログで言うとインプットっていうこちらにね当たるんですけれども、でフォームとかフォームフィールドとかあるんですけども、今までちょっと見てなかったんですが、ちょっと一旦もう一回ねフラッターのトップ行ってゲットスターティドで間違えた、ドックスでいいか、ドックスでウィジェットカタログじゃなくてクックブックってやつをちょっとね今日は 見ながらやっていくのがいいんじゃないかなと思いますので、このクックブックの中のフォームスをちょっと参考にしながらやっていきましょう。このクックブックっていうのを見ると、どういう風に取り入れたらいいのかっていうデモがいろいろ紹介されてて、今までのねまだ紹介してないのもあったりするんですけども、その辺やっていきたいと思います。ということで今日はフォームをねやっていきたいと思います。ビルド、こっからいくか。ビルドフォーム with a validation。でもちょっといきなり複雑かなと思うので、まずこのフォームスの、このバリデーションっていうのもあるけど、先にちょっと早く理解するためにこのクリエイト&スタイルテキストフィールドってやつやりますか。さっきのフォームとかバリデーションはやるべきことだけど、理解からは遠回りなんで先にこれやりましょう。このテキストフィールドっていうのをやってみましょう。ここコピーしてもいいんですけど、ちょっとね書いてみますか。ここに、このコンテナの中にチャイルド書いて、チャイルドの中にテキストフィールド書いてみますか。はいはい。でなんか若干見えましたね。線が入りましたね。これを押してみたら入力フォーム出てきました。はい、こういう感じでキーボードが出てきた。こんな感じでこれをね入れるだけでこのテキストフィールド自体は簡単に表示することができます。はい。で、ちょっとこれを参考にしてみますか。このデコレーションっていうのをね、ちょっと入れてみたりすると何が起こるのかと。デコレーションで合ってる？インプットデコレーションか。インプットデコレーション。この中に、ちょっとこれコピーするか。ボーダーとボーダーインプットボーダーの今下にあったやつが線がなくなりましたね。これでなんか見た目を、デコレーションといえば見た目って意味なんで見た目をね変えたりできるんですけど、これはノンだったり何があるのかな。他にノン以外なんかいいのなさそうなので、ボーダーこれ消したら下に出てくるし、でヒントテキストっていうのは何かっていうと、これ別にこうねキーボードで消してもらえると分かるんですけど、このヒントテキストっていう名の通りヒントですよ。なんか名前入れるときにここに田中太郎とか書いてあったりすると思うんですよ。こういうイメージですね。田中太郎、ここ名前ですよっていうテキストフィールドに元から後ろに薄く書いてあるヒントのテキストのことです。これがそれですね。はい。ということでテキストフォームフィールドっていうのもあるみたいなんで、ちょっとこれもやってみましょうか。これをテキストフォームフィールドに変えてみると何かがちょっと変わりましたが、ちょっとわからない違いが。テキストフォームフィールドラップス、テキストフィールド&インテグレーツ it with エンクロ。なるほど。
こっちの方がね、高機能っぽい。テキストフィールドよりテキストフォームフィールドの方がなんかバリデーションとかフォームフィールドとのなんか機能とかちょっとねいろいろ高機能だよみたいな話してますね。これについて知りたければ Building Form with a Validation レシピを見てください。これでねここに戻るわけですね。この1個目の Build a Form with a Validation。なるほど。テキストフォームフィールドの方にはバリデータっていうのがついてるんですよ。でこのバリデータの中にちょっとこれコピーしちゃうか、すいませんね。これをコピーして貼っつけるとどうなるのかと。そういうことか。このバリデータっていうのを使うと、このフォームっていう中にテキストフォームフィールド入れて、で、さらにフォームキーっていうこれ用意して、そのさらにこのボタンの中にそのフォームキーカレントステートバリデートっていうのをやってあげると、ここのバリデートは value is empty 何も入ってなかったら何も書いてないという条件にあった時に please enter some text ここに書いてあるやつが出てくるという話なんですが、覚えといてもいいけど、また、初心者向けと今してるので、またねここは一旦スルーしていいと思いますね。はい、ということでちょっと戻りますか。戻れない、フォームスの中の、今ここにいてテキストフィールドとテキストフォームフィールドっていうのをちょっと説明簡単にしました。なので基本的にはこのテキストフィールドってやつでいいと思います。テキストフィールドね。テキストフィールドにはバリデータはないんで。はい。なんか入力の規則とかをユーザーに設けさせたいときは、バリデータのあるテキストフォームフィールドにして、さっきのフォームっていうウィジェットでラップして、ラップっていうのは囲んで、さっきみたいにやっていくと、ユーザーに優しい入力フォームができるよという話ですね。しかし本質的じゃないので、今は一旦ね、スルーします。本当にしっかりアプリ作るときは、ああいうのも考えてやっていきましょう。で次にフォーカス&テキストフィールドっていうのを見てみますね。仮にこのオートフォーカストゥっていうのね、このテキストフィールドにあったらどうなるのかというのをやってみたいと思います。じゃあ一旦、ビルドやめて、ビルドしたときにこのオートフォーカストゥしてると勝手にここにフォーカスが当たるんじゃないかなと思うんですけども、いかがなんでしょうか。ちょっと見てみましょう。ほら見てください。このアプリを開いた瞬間にここにフォーカスが当たってキーボードが勝手に開くと。だからこうやって速攻入力できるみたいなね。例えば違う画面からこの画面に来た時にすぐになんか下から画面開いた瞬間にキーボードが出てきてくれたりすると、一つそのユーザーの入力ステップが省けるというか、そういうところがあるので、そういう時に使うのがこのオートフォーカスですね。はい。で、フォーカステキストスピード when ボタン is tap ということで、なんか他のボタンをタップしたときにフォーカスを当てるということもできるみたいですけど、これだったらそんな難しくないからやりますか。はい。このテキストフィールドを、オプションエンターをして、ラップ is カラムね。カラムで囲んで、もう一個こいつの下にテキストフィールドを作りますと一旦ね。はい。さあなんか二重になりました。二重になりましたね。で、今度はボタンを押したらこの下のやつにフォーカスが当たるっていう風にしたいので、もう一個さらにこの下にボタンも置きますか。レイズドボタンにしますね、今回は。はい、レイズドボタンを置きました。レイズドボタンのタイトル、チャイルドか。チャイルドにテキストを入れて、フォーカスと書かせていただいて、オンプレスドをして、はい、ここにちょっとコメントだけ日本語で一旦書きますけど、ここにコメントじゃない、フォーカスのコードを書きますね。はい。ここを押したらこのオンプレスドの中のこの辺のコードが呼ばれるんですけど、ここに何かを書きます。それをね、ここを見ながらやっていきたいと思いますが、まず Create a Focus Node って書いてあるので、フォーカスノードを作ってくださいって言ってますね。はい。このフォーカスノード、My Focus Node っていうのを作っていきます。
ちょっとこれも参考にしながら、ちょっとここにちょっとファイナルで書いちゃいますね。ファイナルフォーカスノードイコールフォーカスノード。変更しない値に関してはファイナルでいいので、お手本はファイナルじゃなかったけどファイナルにします。はい。マイフォーカスノードイコールファイナル。で、ここでやればいいんだと思いますが、その前にこのテキストフィールドにフォーカスノードを渡しておくと。渡したいのはこいつ。2番目のフォーカス。こいつに渡したい。渡しとくと。で、3番目に最後にボタンタップしたらフォーカスノードにフォーカス当たるようにするから、これコピーして、これでいいんじゃない？はい。これで、ここを押したらここにフォーカスが当たって、下からキーボードが出てきて、ここに入力できると思います。押してみましょう。おい、来た。来たじゃないですか。こんな感じですよ。これでちょっと一旦もう一回消してやってみると、まずアプリを開いた瞬間は一番上のやつにオートフォーカスされるんで、一番上の田中太郎の方のテキストがフォーカスされてキーボードが出てきます。で、今度はそれが終わったらかわかんないけど、下のフォーカスっていうボタンを押したら下のテキストフィールドにフォーカスが当たりますみたいな感じでやったのがこのフォーカス&テキストフィールドですね。はい。ちょっと見てみますか。はい。開いた瞬間は上にフォーカスが当たって、ここに名前を入力できると。OK。コンティニュー。KE。はい。終わりました。で、今度はここを押してフォーカスを当ててもいいんだけど、ここを押してもここにフォーカスが当たりますね。ありがとうと。アリスでいいや。はい。アリス。ということで、今は最初やったこのクリエイト&テキストフィールドやったのとフォーカス&テキストフィールドやりました。このバリデーションの話は簡単にさっき説明させていただきましたね。ちょっとこの辺も見てみましょうか。Handle changes to text field。これはつまりここの変更が起こったらそれに対応するというような話で、ぶっちゃけこれどういう時に使うかっていうと、今フォーカスって入れたけど、これ一旦フォーカスノードね、消しますか。ちょっとフォーカスノード消して、ここを例えばサインアップとかにしてみますか。例えばですよ、サインアップ。こうするとなんか名前と田中太郎っていう名前と、あと何にしよう。じゃあここは趣味にしようか。ここは趣味。こんなアプリはないと思いますが、名前と趣味を入れて新規登録ね、サインアップしてくださいっていう K-Boy のフラッター大学アプリがあったとしますね。っていう時にこのサインアップボタン、サインアップちょっと日本語にした方がいいか。新規登録ね。新規登録するってやった時に、ここに入ってるテキストとここに入ってるテキストを、これからね、今後まだしばらくやらないですけど、サーバーに送信して新規登録をして完了するみたいなことをするので、ここの変化とかこの値を取得アプリの方でしたいわけですね。そういうことをねしていきたいんですけれども、だからこのオンチェンジドとかそういうのがね、役に立ってくるわけですが、じゃあ1個目のやつ、オンチェンジドちょっとコピーしてみます。オンチェンジド。じゃあこの田中太郎の方のテキストフィールド上かのここにオンチェンジドっていうのね入れて、今はプリントしてるので、これコピーしたやつ、ファーストテキストフィールドテキストっていうね書いてあるので、多分ここに僕がKって入れたらKって出た、いって入れたらいって出てきた、間違えた、ケイサワでいいか。こういう感じで値が1個入力されて変化するたびに、ここのねこのカッコの間が呼ばれるのでプリントされましたと。そういう風に取得できるわけですね。例えばどういう風に使うかっていうと、これはさっきのドキュメントに書いてない話ですけども、ストリングっていうね、ネームっていうのをここに例えば用意して、でネームっていうのをここに用意して、ここを消す、ちょっと、ネームにこのテキストを入れるというふうなことをして、リアルタイムにここに入力された名前をこのテキストっていうのをね、計算に入れて、この後でこのネームに入った計算をサーバーに送るとか、
いうことをするという話ですね。そんな感じ。はい。サーバーに送るとかはまだやんないんですけど、用途としてはそんな感じです。で、もう一個、Use a Text Editing Controller っていうのがあって、こういうの、これもね、よく使われますけれどもね。で、このコントローラーっていうのを使うと、一応やるか。でもこれは、真似してやりますけど、これは使わなくても今のやり方でもできます。一応ここに、マイコントローラーっていうのをちょっとコピーしてこう持ってきましたね、これを。で、この辺に置いていただいて、今ビルドの上に置きましたね。はい。で、これを、今度はじゃあこっちの、一個趣味の方の、ここにコントローラーっていうのがあるから、ここに渡しますね。マイコントローラーを。これですね。これやりましたと。こっちとこっち2つ値を読み取る方法あるけど、ちょっとこれやりますか。このレイズボタン新規登録を押したときに、ここで、プリントをしてみますか。間違えた。プリントね。プリントをするとこのコンソールの下に、コンソールのデバッグのここに出てくるんですけど、ここにマイコントローラーのテキストを表示ということをちょっとやってみたいと思います。例えば今、趣味のところに趣味ダンスですって僕がね言いたいんで、ダンス。はい。ダンス甲子園って出てきて、で、ここで新規登録を押すと、ここにダンスって出てきました。もう一回押して。ダンス、レボリューションって感じで出てきましたね。で、もう一個、マイコントローラーに対して変更を読み取るアドリスナーっていうのもあるんですが、ちょっとこれはちょっと初心者にレベル高いのでスルーします。そんな感じで、じゃあ今日は一旦このぐらいでいいかなと思ってるんですけど、一応もう一個だけクックブックのやつ見ときか、最後にこの Retrieve the value of a text field っていうのをちょっと一旦見ときます。これは今のコントローラーを使ってDisplay the current value of the text field っていうことで、現状入力されている値を表示してみようっていう話なんですけども、じゃあこれのちょっと結論だけやっちゃいますか、今回。やっちゃいます？これちょっとコピーするか、じゃあ。小ダイアログ。あるね。やってみますか、この小。これいけるかな？何をしたかっていうと、小ダイアログっていうメソッドをちょっと呼び出して、ダイアログを表示させてみたいと思います。今、マイコントローラーっていう中には、ここに入れてるので分かる通り、ダンスっていうテキストが入るんですけど、これ新規登録をしたときに、この小ダイアログ、つまりダイアログを見せるというメソッドを叩くことで、ダンスっていうのが表示されるというわけです。出てきた。これです。これはちょっと、ただね、ここからコピペしただけなんですけど、こういうのもありますよっていうことで、参考にしていただければと思います。はい。これは、ちなみに、この辺ちょっと一旦消すと、アラートダイアログっていうウィジェットがあって、これこう真ん中に出てるやつがアラートダイアログなんですけど、その中身にテキストを突っ込んで、それを表示したいときはこの小ダイアログっていう、用意されたファンクションを使って、コンテクストとこのビルダーカッコの中にこちら入れてあげるとできるという形で、このダンスのところに例えば、野球とか入れてあげると、焼肉にしようやっぱり。でやってみると、ここに焼肉って出ますね。はい、そういう感じで、このマイコントローラーね、テキストエディティングコントローラーは、後から違うところでその入力された値を取得するのに使えます。逆に1個目に言ったその都度都度入力に応じてこう名前を取得したい時はこの onChanged っていうのを使って、都度都度この変数に入れておけば、例えばこのネームに田中太郎入ってると思うんですけど、ここをネームドに変えてちょっと表示してみたら、今押すと K さんが出ると思うんですけども、K さんの中に、K さんじゃなくて、K 君にして、はい、K 君と呼ばれる方が好きなんですけれども、K 君と呼ばれてやると K 君になると。で、これなんでそうかというと、値が変わるたびに、このネームにつどつどね、K さんから K 君に変わった時にここに入れたから、レイズボタンを押して、
小ダイアログした時にアラートダイアログのこのテキストのとこにこのネームが入ってるから K 君が表示されたというわけです。ということで、今日の、授業をね終わりたいと思います。このフォームに入ってるやつをちょっと一通り見てみました。このクックブックいろいろ載ってるんですけれども、そうっすね、フォーム今回やってみましたね。はいはい。でイメージも前ねいろいろやりましたね。でナビゲーションもねこの前画面遷移やってみましたね。なるほど。ネットワークとか行くとちょっと難しくなってくるかな。ネットワークとかリストとかやってくるとちょっとむずさが出てくるかもしれませんね。じゃあ、次は、もうなんか一旦次総集編やって終わろうと思ったんですが、リストやりたいと思います。このクックブックにある。リストはどういう感じでかっていうと、ちょっと予習ですけど、こうやって複数のアイテムをこう表示するみたいな。こういうのやってくるとちょっとアプリっぽくなってくるんで、ちょっとこういうのをね、次やってみようかなと思います。はい。5月中で一旦ね、基本編みたいの終わろうと思うんで、もうそろそろかなと思ったら、総集編みたいの最後にやって、一旦基本編終わろうと思うんですけど、ちょっと僕のね、調子が許す限りは、ちょっと、このクックブックとかに載ってるやつをいろいろ勉強していきたいと思います。はい。ということで、今日の K ボーイのフラッター大学、終わりたいと思います。6月になったらまたオンラインサロンの募集もスタートするので、もしね、興味ある方は、そっちも待っていてください。はい。ということで、オンラインサロンに入ってる方は、引き続きね、結構みんな追いついてきちゃってる方も多いんですけども、なんかわからないことがあれば、サロン内の GitHub で質問して、気軽に質問していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上で、今日のフラット大学終わります。Thank you for listening. See you next time.